つまり、寄付が許可されると、ビザも在留カードも更新手続きも必要ありません。在留期間や就労制限に縛られることなく、日本で自由に暮らせる。これが日本国籍を持つ最大の安心感です。こんにちは、りえこです。早速ですが、ビザの更新、毎回心配じゃありませんか？書類を集める作業など面倒だと感じていませんか？在留期間を気にしながら生活するのってとてもストレスだと思います。実は日本国籍を取得するとビザの心配が一切なくなるだけでなく、想像以上にたくさんのメリットがあるんです。今日は日本国籍を持つことで得られる5つの大きなメリットを解説していきます。また、日本国籍を手に入れるための条件もおさらいしながら、最後に帰化申請を成功させるためのポイントもお伝えしていきますので、チャンネル登録とグッドボタンをオンにして、ぜひ最後までチェックしてみてください。また、動画の説明欄にある公式 LINE からお友達登録していただいた方に、帰化申請の条件が確認できるセルフチェックリストをプレゼントしていますので、こちらもぜひご活用ください。それではまず、カードは何かを簡単におさらいすると、あなたの国籍を日本の国籍に変える手続きになりますので、あなたは外国人ではなく日本の国民になります。つまり、寄付が許可されると、ビザも在留カードも更新手続きも必要ありません。在留期間や就労制限に縛られることなく、日本で自由に暮らせる。これが日本国籍を持つ最大の安心感です。それでは早速、ビザの心配がゼロになるだけじゃない日本国籍を持つ5つのメリットを具体的に紹介していきます。メリットの1つ目ですが、まず何といっても入管に行く必要がありません。ビザの更新時期を気にしてハラハラしたり、書類を集めて審査を待ったりする時間もなくなりますし、転職のたびにビザの内容を心配する必要も一切ありません。メリットの2つ目は、世界的に信頼度の高い日本のパスポートがあなたのものになります。多くの国にビザなしで渡航できるので、海外旅行や出張がもっと手軽になり、面倒な再入国許可も不要で、日本と海外をもっと自由にもっと気軽に行き来できるようになります。さらにメリットの3つ目が、日本人と全く同じように医療、福祉、年金といった日本の手厚い公的サービスを安心して利用できますので、あなたとあなたの大切な家族の暮らしを守る大きな安心材料になりますよね。次にメリットの4つ目は、これまで外国籍という理由でつけなかった公務員にもなれますし、どんな仕事に就くこともあなたの自由なので、キャリアの可能性が一気に広がります。そして5つ目のメリットが、どんな理由があっても日本国籍を持てば日本から強制的に出国させられることはありません。本当の意味で安心して日本で暮らせるようになるかと思います。この5つのメリットがあなたの人生をより自由でより安心なものにしてくれます。こんな魅力的な帰化ですが、もちろん誰でもすぐにできるわけではありません。次は帰化申請のためにクリアすべき条件をおさらいしていきます。詳しく許可の条件を知りたい方は過去の動画で解説しています。説明欄に載せておきますので、そちらをチェックしてみてください。今日は基本的なポイントに絞って見ていきます。まず1つ目が住所要件といって、原則として引き続き5年以上日本に住所があり、そのうち3年以上は仕事のビザで滞在していることが必要です。日本人と結婚されている方はこの条件が緩やかになることもあります。2つ目は能力要件といって、年齢が原則として18歳以上で、母国の法律でも一人前の成人の年齢に達しており、日常生活レベルの日本語を理解してコミュニケーションが取れるかどうかを審査します。3つ目の素行要件では、犯罪歴や違反歴がなく、税金、年金、健康保険をすべてきちんと支払っていること、さらに社会に迷惑をかける行動をしていないかどうかなどを審査される要件です。
特に最近の傾向としては、税金や保険料の納付状況を厳しくチェックされていることと、交通違反などを繰り返している場合は審査がかなり厳しくなっていますので、ぜひご注意いただければと思います。次の4つ目は、あなたや家族が日本で安定した生活をしていくための仕事や収入、資産があるかどうかを審査するのが生計要件で、具体的な年収の目安は、あなたがもし一人暮らしであれば、年間300万円程度が基準になります。5つ目の重国籍防止要件は一言でまとめると、日本に帰化して日本国籍となった場合は、元の国の国籍を同時に持ち続けることができないという大切な要件で、日本国籍を取得したら元の国籍は離脱します。6つ目は、日本の憲法や政府を暴力で破壊しようとする思想や組織に関与していないかどうかを審査するのが思想要件で、あなたの人格や価値観、そして日本社会に適応できるかどうかを判断されます。最後の7つ目の要件ですが、日常生活に支障がない小学校3年生レベルの日本語能力があるかどうかを面接や筆記試験で判断されるのが日本語能力要件になります。以上が7つの審査要件でしたが、帰化申請では特別な学歴や職歴は必要ありません。ポイントは、真面目に日本で暮らしてきた実績があるかどうかが重要になります。ではここで少しだけ想像してみてください。7つの条件をクリアして日本国籍を手にした先にどんな未来が待っていますか？ビザの心配から解放されて心から安心して日本で生活を送っているあなたは、仕事を変えるのも新しいビジネスを始めるのも全てが自由になります。選挙にも参加できるようになるので、地域社会の一員として声を届けることができますし、家族の未来も守れて生活がさらに安定しています。そして世界中を自由にできる日本のパスポートは、あなたの人生の可能性を日本国内でなく世界へと大きく広げてくれますよね。それでは最後に帰化申請を成功させるための3つのポイントをお伝えしていきます。1つ目が、税金や社会保険料をしっかり払い、入管法をはじめ交通ルールなどを守って暮らすこと。そして安定した仕事に就き、家族の理解と協力を得ることもポイントです。2つ目は、法務局での面接や書類提出の際に日本語能力をチェックされますので、しっかり事前準備をしておきましょう。難しい言葉を使う必要はありませんが、自信がない方は日本語能力試験の N3 レベルを目標に面接の練習などをしておきましょう。さらに3つ目のポイントが、最大のハードルに感じる方が一番多い書類についてですが、帰化申請では膨大な書類を漏れなく正確に揃えることが必須で、翻訳が必要な書類や手書きで書く書類、有効期限がある書類など多岐にわたり、しかもとても複雑です。不備や不足があると審査が長引く原因になるので、すべて揃えるまでにかかる時間を考慮して、一つ一つ丁寧に、そして計画的に準備することがポイントです。それではここまでをまとめますと、日本国籍を持つことで得られる5つの大きなメリットとして、ビザの心配がゼロになること、世界最強クラスのパスポートが手に入ること、安心の社会保障を平等に利用できること、職業の制限が完全になくなること、日本から強制的に出国させられる心配がゼロになること、この5つのメリットについて解説してきました。さらに帰化申請の7つの条件を確認して成功させるための3つのポイントについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか？条件がたくさんあって難しく感じた方もいるかもしれませんが、実はそんなことはありません。真面目に日本で生活してきた方なら誰でも十分チャンスはあります。とは言っても、帰化申請は複雑で、日本に来た時期や職業、家族構成など全員同じ状況ではないので、人それぞれに要件が当てはまる方とそうでない方が必ずいます。必要な書類も毎年どんどん変わってくるので、自分一人で判断するのって本当に難しいんですよね。だからこそ説明欄にある公式 LINE から私とお友達になってくださった方限定で個別の相談会を行っています。この相談会では、私はいつ帰化申請ができるのか、どんな書類が必要なのか、
面接ではどんなことが聞かれるのか、もし交通違反をしちゃった場合どうなるのか、みたいな YouTube では細かくて話しきれない内容を一人一人に合わせてアドバイスさせてもらっています。また、LINE 登録していただいた方には、帰化申請の条件を確認できるセルフチェックリストをプレゼントしています。受け取り方法を動画の説明欄に載せておきますので、ぜひこちらを活用して一緒に日本での新しい生活をスタートしていきましょう。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。